色はデフォルメ化しているのに髪はリアルを表現しているっていう、ちょっと違和感が出ちゃうっていうところがあると考えました。大げさな表現も簡略化しちゃっていいんじゃないかなと。こう見るところがたくさんあるの分かりますか？上か下しかなくないですか？皆さんこんにちは、レモタです。今回はこちらのイラストを添削していきたいと思います。こちらのイラストは2023年に描いたものです。今私はこのようなイラストを描いているんですけど、今2026年なので3年間デジタルイラスト描いてみて、成長したところあると思っています。ちょっとは成長した今の私の視点から添削するとしたらどういう風になるかっていうのを動画にしてみました。大前提ちょっとお話ししておきたいのが、私が添削したものが 100% 正解ではないっていうことです。人によって表現の仕方とか受け取り方違います。こんな感じで左のように整っている形が好きな人もいれば、いびつな形の方に趣を感じる人もいますよね。ちょっと歪んだ線になってると思うんですけど、でもこっちも可愛いっちゃ可愛いじゃないですか。全部歪んだ線で描かれてたらそれなりに統一感があって可愛いイラストになるじゃないですか。可愛いなと思ったりするんですけど、私はこういうのもあくまでも私の視点で私がいいと思うもの、私の感覚でこのイラストを描き直すとしたらどうなるかっていうことを考えながら添削をしていこうと思っています。楽しんで見ていただけたらいいなと思います。というか私が一番これ楽しんでます。自分でやりたくてやってるだけです。はい。なのでやっていこうと思います。これを書いた時に考えてたのは明け方ですね。見たらわかると思うんですけど、明け方で空がちょうど明るくなってきた頃、人がみんな動き出す前の静かな環境の中に空に浮いている女の子がいます。これ瓶を書いてるんですけど、これを大切なものと見立てて大事にする気持ちっていうのを書きました。全体の構図としては、この真ん中に女の子がドンと一人写っているのと、それに対して下の街に、ビル建物をいっぱい描いたっていう、こういう構図にすることで対比を作ったんですね。大勢の人々っていうのと一人の自分っていうので対比を作りました。このイラストのね、いいところを上げていこうと思います。まず構図ですね。人物がすごい引き立っている構図になっているの分かりますか？この真ん中にドンと人物があって、で残りにこまごましたものがあると。パッと見た時に視線がまず女の子に行きますよね。まずは女の子が主役っていうところがすぐにわかるのがすごくいいところだと思います。あとは色の使い方です。すごく現実的な色味だと思うんですよね。明け方の色、空の青の色とオレンジの色とか、女の子の制服とか肌の色とかもそれぞれちゃんと統一されていて、すごく環境に合った陰影を描いてますよね。この全く浮いて見えない、全体的に統一感のある色で表現されているのがすごくいいと思います。あとはポーズ、体の描き方ですね。このポーズよく描けたなって思うくらい変なとこないですよね。あんまり個人的には足がすごく好きで、足の形すごくないですか？私これ今描ける自信ないんですけど一発で描ける自信はないです。全然ちゃんと妥協しないで頑張ったんだなっていうのがわかりますっていう、この3つがね、めっちゃいいところだと思います。で、じゃあこれを踏まえて今の私だったらどういう風に書き直していくか、取り掛かっていきたいと思います。大きく分けて2つちょっと直すとかなり良くなるんじゃないかなって思っているところがあります。それが1つ目が髪の毛です。もう1つが構図とキャンパスの比率です。1個ずつ解説したいと思います。この髪の毛どうしたらいいかっていうと、私が今描き直すとしたらもっと大きな束で表現します。この髪の毛です。髪の毛のリアルさと陰影のデフォルメさが噛み合ってないっていうところがちょっともったいないかなと思ったところです。ここですね。ここ見てもらいたいんですけど、ほぼ3色だけで表現されているんですね。ほぼっていうかもう3色です。この光が当たっているところ、2つ目が光が当たってないところ、この3色から髪の毛が塗られています。もう3色だけです。もうね、ちょっとここと違ったところもあるんですけど、ここもほぼないに等しいというか、遠目から見たら3色ということで、この3色で塗られているっていうことを覚えておいてください。で、本当は人間の髪の毛ってたった3色では表現できないですよね。表現されないじゃないですか。
だけどそれを無理やり簡単に3色にまとめているっていうのが今の状態です。で、これは悪いことでも何でもなくて、アニメ塗りと同じだと思ってください。だいたいアニメのキャラの髪の毛って元々の髪の色と影の2色でだいたい描かれてますよね。こんな感じですよね、アニメ塗り。普通の人間だったらたくさんの色から構成されてるものなんですけど、それをできるだけデフォルメ化して簡略化して2色にしている。それがアニメの塗り方です。なのでつまりさっきのこのアニメ塗りの2色も私の3色しか使ってないっていうこのイラストもデフォルメ化されている塗り方なんですね。それに対してこの髪の毛のね束を見てください。ここら辺とかですかね。すごく細かく影が入っているの分かりますか？こっちもそうで、間とかもね、かなりね、細かく影が入っています。で、この時は私繊維の細かさみたいなものをすごく表現したいなと思ってました。たくさん線描けば髪の毛を表現できるだろうみたいな。そういうことを考えて髪の毛をリアルに描こうとしてました。こう描いたらいいですね。リアルさとデフォルメさ、こうやってなんかパラメーターみたいにした時にどっちかに寄せることができたら統一感が出るんですよね。例えばリアルさで表現したいんだったら繊維を細かく描いて、で色もたくさん使う。例えばこれでいくとどうなるんでしょうね。全然上手じゃないんですけど、いやこれは私は下手くそですリアルな塗り方はちょっとだいぶやってないので下手くそなんですけど、これはじゃあ一旦ちょっと忘れていただいて、でもこう多くの色を使って陰影もしっかり描いて、そうするとリアルになります。対して使う色の数を減らしたり形を簡略化するのもそうですね。そうするとデフォルメさが強調されたイラストになります。なのでどっちかに寄せた方が統一感が出ます。アニメなんかは結構もうデフォルメ化しているものですよね。この色も2色しかないし、このイラストで言うとアニメよりもさらにデフォルメ化されているんですけど、大まかなまとまりで描いちゃってます。この一本一本シャッシャッシャッシャとかじゃなくて、もうなんかパカンっていう感じで描いてます。輪郭もね、こう顎がシュッとシャープになってるわけではなく、もう丸くカーブで描いちゃってます。かなりデフォルメ化に寄っているイラストです、こちら。で、もう成り立ってるじゃないですか。一番私たちの身近なね、そうだよね、こういう絵あるよねっていうものです。だから要は統一させるためにどっちか決めた方がいいよっていうのがあるのではないかということです。こっちは色はデフォルメ化しているのに、紙は線をいっぱい描くことによってリアルを表現しているっていう、ちょっと横にね広がっちゃってるので、ちょっと違和感が出ちゃうっていうところがあると考えました。私の場合リアルさを追求したイラストはあんまり描いてきてないので、デフォルメさが好きなのでこっちに寄せていきたいと思います。なので色は変えません。色は変えずにリアルさを追求してしまった髪の毛をデフォルメ化していきたいと思います。線をたくさん描いてしまうっていうのがこのリアルさにつながってしまっているので、これを減らしてまとめて塗るっていうことをやっていきたいと思います。隙間が多いと結構細かい表現になるんですよね。すごく広がってる印象を受けます。なので髪をデフォルメ化したいときは結構まとまりに沿って描くといいです。ちょっと今ね、この内側を結構塗ったんですよね。このまとまりを。この上を消しちゃってもいいんじゃないかな。消しちゃっていいと思います。デフォルメだから全部が簡略化しちゃっていいんですよね。全然それでも伝えたいことは伝わると思います。色の数も簡略化していいし、繊維も簡略化していいし、なんか大げさな表現も簡略化しちゃっていいんじゃないかなと思います。こうね、描きたい気持ちもわかるんですけど、なくても別に全然伝わる。細い束がいっぱいだったのが太いところをちょっと増やしました。こことここね。これでちょっと進めていこうと思います。これでいくか。で、下書きをしていこう。で、ペンの充電が切れちゃったんで、ちょっと指書きをします。結構直すのって難しいですね。
かやっぱり最近描いてる雰囲気がこういうイラストじゃないので、しっかり髪の毛を表現するっていうのが久しぶりです。結構これよりデフォルメ化しちゃってるんですよ、最近のイラストは。本日はあんまり調子が良くない日です調子が良くないって言っても、そんな深刻なものじゃないんですけど、気圧とかね、天気とかそういうものに結構左右されやすいんですけど、曇りとか雨とか晴れとか変化が激しいのでだるいですね。集中力がないのと行動が遅いのと頭があんまり回らないっていうのが致命的なんですけど、やっぱそういう日はありますよ。ほんと困っちゃうわ。でもそういう日はこういう日だからしょうがないよねっていうので、自分にノルマを課さないことが大事です。この動画もかなりダラダラ撮ってます。もう使うか分かんない使うか分かんないでボツになる覚悟で撮っています。このねイラストを添削したいっていうのは絶対あるんですけど、私がねただやりたくてやってるだけなので、こんなダラダラした動画でも見てくれる人がいるんだったらすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、こんな感じでシルエットねだいたい描きました。これをハイライトをつけていきます。ちょっと苦手かも髪の毛前から分かってたんですけど苦手ですね。髪の毛いっぱいやってるので応援してください。上手くなって皆さんに教えたい。もっと上手くなりたいですね。さっきよりはいいのかもしれない。こう投げ縄塗りでこの端っこをこう中に入ってくんですよね。中に入ってきてるっていうことを考えて、ここに影を取る。まだ私もうまくできてないところもあるし、うまく描けてないと思っているので、これまた私の成長コンテンツかもしれないんですけど、これいつかどうやってやったらうまく描けるのかっていうのを自分で学んでコンテンツにしたいです。めっちゃ頑張ります。超頑張る。待っててください。いつか絶対やります。で、私が知っといてよかったのが、影のところに環境の光を入れるっていう。そうするとちょっと空間と混ざる。入れ方雑なんですけど、丁寧にはやってないんですけど、遠目から見た時にね、なんとなくわかると思います。これがある状態でどうですか？空間との統一感が出ます。この環境の雰囲気を入れることによって。で、ごめんなさいね。ちょっと本当細かいところはあらがすごいんですけど、この塗り方ね、本当拡大するとすごい汚いんですけど、一応遠目から見ると今までと全然違いますよね。毛束の太さですね。っていうのがかなり変わったかなと思います。ちょっと前髪はあんまり納得いってないです。まだ納得いってないんですけど、特にね、こことかです。この髪の毛のここがだいぶ変わったかなと思います。今まで髪の毛が散らばってたから、ここに目がいってたと思うんですよ。これパッと見た時にこの体に目がいきやすいと思うんですけど、シルエットがはっきりするんですよね、女の子の。だから女の子全体に視線がいく。こっちだと体に視線がいっちゃう気がしますね。そうだ、これ先に言っといた方が良かったかもしれない。私はこれ完全にイラストは独学なんですね。なので専門的なことをあまり期待しない方がいいです。私が自分の中で情報とか知識とかそういうのをバラバラな状態で入手した情報、感覚みたいなものを自分の中で統合してつなげてって、で言語化しているのがこの動画なので、私の他の動画もそうなんですけど、なので手っ取り早く知りたい人は本とか買ったりとか専門的に学んでる人の動画を見に行った方がいいですっていうのを先にお伝えしておきますね。なのでぐるぐる考えたりとか、こういう人はこうやって考えたのねみたいな、でも頭の中に興味がある人、いるのか分かりませんけど、いたらすごく参考になるかなと思います。もしいなくても、大丈夫です。はい。なので感覚的にはこっちだと体に目がいっちゃうけど、こっちだったら髪の毛もひとまとまりとして女の子全体に結構引きつけられるという風に変わると思ってます。あとは、本当おまけみたいな感じなんですけど、さっきリアルじゃなくてデフォルメに寄せてみようっていうことで、この髪の線を細かくしないとか、色を少ししか使わないとか。なので、これ他のこういうちょっと体のこの布のところとかも、この肌のところとかも、もうちょっとデフォルメ感を出すためにパキッと塗っちゃってもいいのかなと思ってます。もちろんね、このグラデーションぼかしたりしてることもすごい大事なんですけど、肌とかももっとパキッとさせちゃっていいんじゃないかなと思ってます。全体的にデフォルメ化するっていうことをやってみました。
お、綺麗になりました。ということで、まず今やったのがこれですね。このリアルさとデフォルメさが、バラバラになっちゃってたのをデフォルメ化するという方向でまとめました。この髪の毛を。これが一つ直したかったところで、もう一つが構図キャンパスサイズをちょっと変えるっていうことです。それはどういうことかというと、こうする、細長くしたんですね。どう思いますか？これ縦長にして、で女の子をもっとちっちゃくして、ここにすっぽり収まるようにしたいんですよね。やってみよう。このシルエット取りました。かわいい。シルエットめちゃめちゃ可愛くないですか？やっぱシルエット大事ですよね。うわー、これ描き足すの嫌だな。嫌だけどしょうがない。添削なんだから素敵じゃないですか。そう、こういうことがやりたかったんです。そうです。こう。まさに。そうです。これをやりたかったんですね。めちゃめちゃ良くないですか？元のイラストより構図が。なんでかっていうと、キャンバスの比率を縦長にしました。人物をそのキャンバスにスポッと収まるように人物を小さくしました。こうするとどうなるかというと、空に浮いているっていう構図をより印象づけることができるんですね。このイラストをまず一番最初に見た時に人物目が行きますよね。この後でまず人物見て、女の子だってなった後、皆さんどこを見ますか？こう見るところがたくさんあるの分かりますか？元々のイラストだと人物見た後、じゃあどこ見ようって言ったら、こんぐらいで見る場所があるんですよ。で、それに対してこっち人物見たら、その次上か下しかなくないですか？これが自然の視線の移動だと思うんですよね。上見て下見て、で街があるなとか空だなっていうところを考えると思うんですよ。こっちだとすごく分散しちゃうんですよね、見るところが。こっちの方が視線の移動が上下だから、高さに自然と結びつきやすいと思うんですね。こういう風にこのキャンバスの比率によって視線を誘導できる。このイラスト描いた時に伝えたかったのが、高さ浮いているっていうのと、対比っていうことだったので、そこを強調するために縦長にした方がより伝わるんじゃないかなと思いました。で、今回ね、私縦長にしました。で、ここでね、ちょっとクイズというか、私が考えていることをちょっと当ててみてほしいんですけど、この縦長にした理由、この理論でいくと、これ横長にしたらどうなるでしょう？何を印象づけられるでしょう？動画ストップして考えてくださいね。はい。じゃあ正解。私が頭の中で考えている正解ですね。正解は明け方っていうのが強調されると思います。ちょっとやってみますね。どうですか？さっきの縦長と比べて横長にすると、人物を見た後、見るところが上と下だったのが左右になりますよね。左右に何があるのかっていうのを見ると、横のイラストはこれ朝日がすごく強調されます。なのでこっち側から太陽が昇ってくるよみたいな、そういう雰囲気を強調することができるっていうことなんですよね。キャンバス比率によって視線ってかなり誘導されるなっていうのが、今回ね、私がすごく考えたことの一つです。で、これが元のイラストで、今回添削したものですね。これをね、ちょっと書き込んで、ある程度見せれるようなものまで完成させていこうと思います。はい。ということで、今回こんな感じで添削をしてみました。まずやったことをね、ちょっとまとめたいなと思います。最初のイラスト、3年前に描いたイラストで3年間いろいろ描いてきて、今の私がこのイラストを添削するとしたら、まず一つ目が紙をデフォルメ化したっていうことです。リアルとデフォルメがあったとしたら、色は3色しか使ってないデフォルメだったのに、束が細かくて髪の毛の繊維がすごく表現されていた。リアルに表現されていた。なのでここがちょっと噛み合ってなかったので、これをどっちもデフォルメ化しようということで、毛束をちょっとまとまらせますっていうのがまずやったことです。で、もう一つがキャンバス比率を変えるということです。もともと4対3ぐらいだったものを A4 かな？縦長にしました。そうすることによってこの上下に視線誘導されます。女の子を見た後、上と下に目が行く。そうすると、宙に浮いてる女の子の、空に浮いているような女の子なので、高いところに浮いているっていうところにすぐ見た人がイメージを持っていくことができるということで、キャンバス比率を変えて上下に視線誘導をさせましたっていうのが今回私が、直したところです。
どうでしょうか。はい、こんな感じで3年前の自分の過去絵を添削してみました。いかがだったでしょうか。参考になったと思ってくれた方がいたらとても嬉しいです。もしこの動画を見てもっと私の添削が見たいと思ってくれた方は、過去にも1本過去絵添削動画っていうものを出しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。他にも私はメイキングやお絵描きを通して考えたことなどを発信しています。もし気になる方はぜひ見ていってください。コメント、高評価、チャンネル登録していただけるととても励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。